はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分の、タロットリーディングをさせていただきます。途中で星の話も少し入れていきますので、よかったら最後までご覧ください。では早速いきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。8月です。カップ9の逆、カップ7、フール逆、皇帝、ペンタクルス9、デビル、ジャッジメント、すごい濃いカップ4の逆と、カップキング、そしてオラクルはじゃん、鳳凰です。守られてるみたいな感じがしました星で見た時にこの7月の23日ぐらいから8月23日ぐらいまでっていうのはすごくこう自分の価値とかお金のことになんかやけにご縁があったり、お金のことを考えさせられたり、こう、なんか感覚が超えていく、五感が冴えるみたいな時なんですね。はい、なのでなんかここに至るまでにもすごいなんか紆余曲折あったのかなみたいな感じでも、そこに全然めげてない患者さんがいて素晴らしいと思いました。はい、なんか例えばですけど、すごくいい話が舞い込んできて、それ本当現実になったらすごくいいよねみたいな話が舞い込んできて、夢が膨らんで、そうだったらああでもあれもしたいし、じゃあこれもしたいしみたいな感じでわーって夢が膨らんだと思ったらその話がなくなったみたいな感じでなくなったってなっても全然めげてなくて、余計逆にそうやっていろんなことを想像できたことで自分の力を思い出して、そうだそうだやっぱりそんなことやってみたかったみたいな形で本来の自分の力で勝負だっていう形になり、そうやって腹をくくればまたチャンスが来た、今度は固いチャンスが来たみたいな感じがあってですね、このチャンスは逃すまいみたいな、すごいこう勢いが強いこう前のめり的な感じがあって、何としてでもってなるけど、結果それをうまくこなせるんだなみたいな、やり遂げるんだなって感じがしたんです。どれだけプレッシャーがあったとしても、どれだけ怖かったとしても、うわーやり遂げるんだみたいな感じがしました。だから濃いって思ったんですね。精神的プレッシャーとかいろんなことを考えて、そしてトータル的にはこの8月っていうのはものすごく精神的に鍛えられる1ヶ月ですねって言われてるんですね。鍛えられる1ヶ月って言っても別になんかズタボロになるわけではないし、自分の精神力、自分のプレッシャー、自分の価値っていうものをしっかりと見据えて超えていく。そしてすごく守られている、満たされている、守られてるんだなって、なんかぶれないようにちゃんとこうガードされてネットを張られてる状態でやったらできたなっていうね、そういうすごく精神的成長の大きい1ヶ月なんだなと思いました。はい、ちょっと星のことを挟ませていただくんですが、8月2日は満月なんですね。でこの満月っていうのが、この満月前後、特に3、4あたりまでっていうのが、少しお金のこととかこれまでのことの清算をどうしようかみたいな感じで思いやすいですし、またこれからどうやって生み出そうかみたいなこともね考えるかもしれません。それだけ自分の感覚をどうやって磨こうかと思ってるっていうことなんですよね。でその後8月の8日、9日、10日あたりで物事がすごく落ち着いてきます。本来の自分の力がぐおーっと目覚め始めるというか、なんか底力として使えるって感じがしますね、患者さんの場合。そして8月16日が新月です。でこの新月も自分の価値やお金、そして物質的なことでも何でもいいんですが、何かそういう感覚を満たしていく、肥やしていくきっかけがあるんじゃないかなと思いますね。なのでこれはお仕事で使ってもらってもいいし、人間関係でもいいんですが、なんか単純なこう友達関係の人間関係っていうよりも、もう少しなんか深い関係、家族間の出来事だったり、こう強い取引先の相手の関係性だったりっていう、なんかこの関係が崩れるかうまくいくかによって大きくなんかその先の未来が変わるぞぐらいの感じの強い関係性が強調されてるっていう感じで、こ
友達みたいな軽い感じではないんですね。でそれをなんとかうまくやっていこうみたいな、相手の価値も感じつつこちらの価値も尊重しつつ、どうやって折り合いをつけていこうかっていう話し合いがうまく進みそうな感じです。一応8月24日から水星逆行しますので、特にコミュニケーションのところで逆行しますので、早とちりには注意なんですね。書類とかは必ずチェックするとか、メール届きましたかとか、そういう確認はした方がいいと思いますが、ちゃんとそういう話し合いをしていけるのかなと思いました。ちょっとこのレベル見てみますね。なんかまるでこの大きなチャンスを本当に手にするためには、ちょっと危ない橋渡ってでもやるかみたいな、なんかそんな感じ、そんなプレッシャーがあるみたいな感じですね。例えばの話ですけど、オリンピック選手がね、絶対に金メダルを取りたいとか思って、もうそれまでどれだけ努力してきたかって、そのあと一歩、あともうわずか一歩っていうのを出すために、例えばそのドーパミン検査に引っかからないような何かを飲むみたいなそして引っかかったどうしようかなとかドキドキしながら引っかからなかったっていうような、そんな感じがするので、そんな危ない橋はもちろん渡らなくても大丈夫です。それはあくまでもプレッシャーの中でそう感じるっていうだけなのでね。はいそういったちょっと際どい線を行くか、もしくは何としてでもこの仕事、もしくはこのチャンスを得なければみたいな、そういうプレッシャーとして出てるか、もしくはその人間関係においてこの人とはもう腐れ縁なんだとか、この人とはもう離れられないんじゃないかなみたいな、なんかそういう思いがあるかもしれませんね。何かすごく深いご縁なんだみたいな。でもその深いご縁って良くも悪くもじゃないですか。どっちにも転がる、どちらにも使えるので、それはご自身の意識でプラスの方に持っていってください。たとえね、よく言われてる過去性の因縁がとかいろいろ言われてますけど、過去性因縁があるんだったら今世で直せばいいだけのことで、それを引きずる必要もないですし、そのためにまた出会ったんじゃないですかって言いたいぐらいなので、本来のすがすがしい自分というか、本来の患者さんが持ってる頑張り屋で働き者で何かやっていきたいっていうそのエネルギーを純粋に使ってくださいと。それはその人に対しても使ってくださいと。そうすることでとってもいい関係になれる。そしてやっと復活するみたいな、何かがやっと復活する、やっとうまくいくみたいなエネルギーとして出てるので、この8月って本当にすごく患者さんはいい経験をするんだなと思いました。いい経験って単にラッキーみたいなことではなく、その自分の中の何かを超えていく、苦手だなと思ってたけど、この人とうまくやっていけるとか、大丈夫かなと思ったけど大丈夫だったっていう経験を積んで、精神的にも大きくなれるんだなって1ヶ月だと思いました。そしてご自身一人だけではちょっとモヤモヤしたりとか、いやどうなんだろうな、こうなんだろうなって思ったとしても、なんかこうアドバイスしてくれる人がいるんじゃないかなっていう気がするんですね、近くで。それを自分を見てくれてる人とか、先輩とか上司とか親とかで、そういう人たちの言葉も素直に聞いてみるとスッといけるなっていう感じがしました。はい、ということで今回はここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか参考になりましたと思ってくださった方は、いいねボタンやチャンネル登録、もしくは、コメントで教えていただけると嬉しいです。では次回また8月末までに次の動画をアップしたいと思います。ぜひいい時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。